今回は、パートワークベンチの、セクション、横断面、オフセットについて説明します。セクションコマンドは、2つのオブジェクトの交差点にワイヤジオメトリーを作成します。今、ソリッドが選択されていないので、このコマンドは有効化されていません。それでは、こちらのモデルより立方体と円柱を選択してみましょう。すると、このようにセクションツールが有効化されます。それでは実行してみます。すると、このように2つのオブジェクトの交差点にワイヤジオメトリーが作成されました。またモデルにセクションが追加されています。それでは、元に戻しておきます。次に立方体と円錐を用いて、セクションを実行してみます。セクションツールをクリックします。すると、このように立方体と円錐の交差点にワイヤージオメトリが作成されました。これがセクションツールの使用方法となります。次は横断面ツールについて説明していきます。まずは横断面を作成する円錐を選択します。するとこのように横断面ツールが有効化されます。それでは実行してみましょう。すると、このように設定パネルと横断面のプレビューが表示されます。ガイド平面を切り替えると、横断面を XY、XZ、YZ 平面に切り替えることができます。それでは XY 平面に切り替えて、他のオプションを実行してみます。1パラメータは、横断面の開始位置を設定します。こちらを動かすと、このように横断面の位置が変化します。総数パラメータは、断面の数を設定します。断面オプションをクリックし、総数を増やすと、断面の位置に赤枠が増えていきます。また断面間の距離は総数の増減で調整されます。両側オプションにチェックを入れると、ガイド平面の位置を中心として、両側に断面が作成されます。プレビューで断面位置を確認した後、適用または OK で実行します。すると、このように横断面が作成されました。そして、モデルにはコーン&アーライン CS オブジェクトが追加されているのがわかります。次は、オフセットツールについて説明します。こちらの六角形のスケッチをオフセットしてみましょう。このスケッチを選択します。そして 2D オフセットツールをクリックします。するとこのように、設定パネルとオフセットのプレビューが表示されます。ここでオフセット値を変更すると、元の図形の外側にオフセットされた図形が更新されます。モードをスキンに切り替えると、このようにオフセット図形が線が途切れた状態となりますので、元のパイプに戻しておきましょう。次に、接合の種類ですが、今、円弧となっていますが、共通集合に変更してみましょう。するとこのようにオフセット図形が、元の図形と同じ直線で結ばれる図形となります。これで OK で決定します。すると、このモデルにオフセット 2D が追加されます。そして、これを展開すると、元のスケッチを参照することができます。それではこちらのソリッドにもオフセットをかけてみましょう。オフセットを展開し、3D オフセットを選択します。するとこのように、3D オフセットのプレビューが表示されます。オフセット値を変更してみましょう。値を大きくすると、このようにオフセット図形が拡大していきます。接合の種類も変更してみます。円弧から共通集合を選択します。するとこのように、元の図形と同じ直線で囲まれたエッジのオフセット図形となります。
確定したモデルより新しくできたオフセットを選択して、これを展開すると元の立方体を確認することができます。